こんにちは。焼肉奉行霧島の稲垣です。今日は渡辺君にまた牛タンの皮むきをしていただくのと、コンサル事業の内容を、今回は紹介したいと思います。今日もよろしくお願いします。来年になってこの野菜も全部できるようになっていろいろなってきた肉のカットから全て全部上手やん上手やな。でそっちやりにくかったら反対から別にしてもいいしさ、絶対こうでないっちゅうのはない。ここもどうだったっけかな。いやそんなん別に薄皮やで、そんな後で手直ししてスーって剥いたりしで白子の白いリンパはガバッと外して、こうですよね。そう外してしまえし、であと手直しの数をそう完璧やな。コンサルの問い合わせ結構いただいておりますが、コース内容は5日と1ヶ月と3ヶ月の内容がございます。5日間で全部覚えようっていうのはちょっと難しい点もあるんですけどね。でも今焼肉店されとってその5日間だけでまた違う、そのお肉を磨いたりとかいろんなね、相談とかそういうので教えることはできると思います。それともう一つは僕が一番思う点はやっぱり何も知らない人が誰に聞くという時にやっぱり聞く人がおった方がストレスやったり不安はだいぶ解消されると思います。そして今回2、3日前にもお電話があったんですけれども、その方も長いこと焼肉店されてまして、あえて違う焼肉店をされるみたいで、その時の保存方法っていうのが今まで半信半疑でやってきた中でそれが正解なのか不正解なのかっていうその自分の今までの疑問を僕に電話で聞いてきたりとかね、そういうのもあるのはあります。そういったことをコンサルやったりそういった事業で全部教えておりますので、でも僕がやってることが全てが正解じゃなくてね、自分は今までこうやってたこうした方がええっていうのもやっぱりあると思うんですよ。ていうか僕も卸でいろんな焼肉店やったりいろんなとこ肉屋さんの経験もあってね、そういった色の変色をしない方法とかそういうのも全部僕の中ではノウハウがありますので、そういった感じで5日間とかですとそういった、今までやってた焼肉店の中で悩みの種とかはそういったので解消されるとは思います。相談がいろいろできます。例えで言うと、うちの方でチゲラーメンというのがございまして、どれぐらい辛いっていうお客さんからの質問とか来るんですけれども、どれぐらい辛いってまず答えられやんと思うんですよ。それの答え方とかね、僕が今までやってきたことを全部そういうのも、お話しさせていただこうかなと思っております。そしてその中でもう一つ、このお肉は柔らかい硬いどれが美味しいとかね、絶対焼肉店されるとそれは聞かれると思う。で僕としてはこれがいいと思いますよって言うたところで、この中でどれが一番ええっていう質問も来るから、そういった受け答えも全部うちの方では教えておりますので、5日間ですとそういった、内容にはなるんですけど、1ヶ月コースになりますとそれは逆に、どういうことを学びたいのかっていうのがまず一つあるんですけれども、お肉を切り方、どういうふうに切っていったらで逆にどういったものを買っていってお店の、お肉を回していった方がいいかっていうのを提案はできますし、こういった、お肉のねバラのブロック1枚まで買うんじゃなくて、その中のこういった部分を買っていって回していくとかね。でいいとこばかりをその単品で買っていく方法もあるんですけれども、それだけではねやっぱり採算ベースには合わないので、それに応じてこういった、お肉を仕入れたり、こういう商品はこういうふうに回していくとかね、そういうのをしていった方のが1ヶ月間コースは勉強になると思います。お肉を触ったり自分がやりたいということがあるようであればやってみたいでもいいと思うんですけど、お肉をばらすというのができるじゃなくて、やっぱり飲食店ですので
そのお肉をどのように回していってどのように原価計算を出していてどれぐらいの単価で売っていくかっていうのも、高いもん買うたから高く売るじゃなくてね、それをどのようにして回していくか、まあ肉のカットの仕方は覚えた方がいいと思いますけど、その仕入れ方やったりどういうお肉を使っていくかで全てが変わると思います。でこう肉をばらしていくのも労働時間かかるから、でそれの管理もしやなあかんし真空パックもしやなあかんへんし、時間何本あっても足らんから、それはちょっとまあやりたい方はね全然教えますけれども。そして3ヶ月コースになりますと野菜の買い付けもそうですしお肉の買い付けもそうですし、あとは一番大事なこととしては、まあ、仕入れ業者を紹介するではないですけれども、こういった業者さんを見つけたらいいっていうアドバイスもできます。まあその辺はまあ今ここでは言えませんけれども、近所のお肉屋さんからうちは仕入れるんやってそういう話皆さんそういう問い合わせあるんですけれども、後々それが大変なことになると思うんです。今現実でもそういう方が見えてお困りになっている点もあるんです。でもその方には最初に僕もそういうふうに後々そういうとこでお付き合いすると困るよって言うたけど、やっぱりその方もまあ素人の方でその意味があんまり分かってなかったんですけど、で今だんだん僕のところにそういった問い合わせが結構来るという状態です。そしてあとはそれが適正なのかというね、例えで言うたらキロ1000円で買ってると、でもネットで見ると、800円のところもあるし1000いくらのもあるし、うちは真ん中やから妥当な値段なんやって思われるかもしれませんけれども、そういったお話も全部僕がお話しさせていただこうかなと思います。であとはそのお店の中のお店作りもそうですし、働く中の動線とかも結構もうそれで全て変わりますし、であともう一つはその焼肉店、っていうのは回転率が悪いのでね、うちのやってる回転率を良くするやり方とか、そういうのをその3ヶ月間コースの中では教えたいなと思っております。学ぶ場所としては、お肉をさばくというのであればうちの会社の方のこの工場でやることになりますし、カットとかね、お店の中でもお肉切ったり野菜をしたり、逆に営業時間5時からですとお客さんとの対応の仕方、喋り方、接客の仕方っていうのを全て学べると思います。希望に応じて全て「いや僕はええわ」っていう方も見えるし、いや逆にお肉は切るこのバラすのは別にええと、切るだけでええっていう人も見えますしね。であとはもうその受け答え、うちのやり方でうちはこういうふうな受け答えをしてますっていうのは全て、それが一番大事かなと本当に思います。でおすすめの仕方とかね、うちでも今おすすめの仕方っていうのはいろんな工夫をしてそういったメニュー作ったり、でそのメニューがあかんかったらまたいろいろこんなんええかなあんなんやってみようかなっていうのもやっておりますし、で必ず困ることがあって、初めて焼肉店をされた時にお客さんっていうのは極端に言ったら貝のみとかミスジとか、これどんなお肉って聞かれることがあると思うんですよ。でそれをすっと答えれる、アルバイトの子でも答えれるようにしやんとあかんから、そういった改善方法もうちでは行っておりますので。今渡辺君はホールを主にしてもらって、2時から営業時間はサラダの仕込みをやってもらってます。それからこの牛タンでももうこうやって普通にできとんねんね。もう普通にできると思う。あとはその前ちょっと教えた真ん中の筋をナイフの先っちょでなぞっていくっていうのが難しいと思う。あとはどこが硬いどこが美味しいは切っていったらまた口で僕が教えながら切っていったらそれも分かると思うから、あとは原価計算で教えてくれへんし、そこでこき使って、であとタイミングが難しいんちゅうの。だってさ、もし僕がこうやっとるとするやん。今やっとってこう休みの日にこれを教える人って
できやんや普通その子も休みなんやから、で仕事の中の2時から5時の間でバラさ分けてできるわけないので営業時間にそのブロックをこうあったとしたら切るよっていうのは教えれるけど、それけど全部それがこの場所はこうやからこうやってっていうのを教えれやんもん、これなここにこのブロックがあるんでこれこうやって切ったらええねんで切っといてや教えれるけど、それで無理なんだからその子はこのお肉はこう切らなあかんちゅう頭があるもんで、よその焼肉店に行った時にそれを違うことを教えてもなんでそんなん違いますやんって喧嘩になんねん。教えてもらってると間違えてる部分が覚えれるもんで、そうになるんですよ。それからやり方のパターンっていうのがいっぱい僕にはあるから、いろんなのを見てきとるから、だからその中で自分が選んだらいいんやね、僕は、これは後の話まだなるけどなまあ今回はコンサルのざっくりとしたもっと深く言えたらたくさんあるんですけれども、簡単なご説明をさせていただいた動画になります。今日もありがとうございます。株式会社稲垣では飲食店向けの卸販売と他では教えてくれない仕入れやお店作りのアドバイスをさせていただいております。 LINE 公式アカウントで登録していただくとサービスの内容がご覧いただけますので、この機会にぜひお友達追加の方をよろしくお願いします。あとこれを取ってもうちょっと、はい、いやだいたいこんな感じやな。まだねまだ物足らんって言ったらまだ持ってくんでな。